はい、どうも、こんにちは。ロイヤルブルーコーヒーのバリスタトヨです。本日は様々なミルクを使ったカフェラテの飲み比べをやっていきたいと思います。基本的に牛乳のラテしか飲んでなくて、でもそろそろ別の豆乳ラテであったりとか、オーツミルクラテ飲んでみようかな。でもどんな味がするんだろうな、という風な感じの人に向けて、説明できたらなと思っております。コーヒーと健康についても言ったんですけども、牛乳というのは脂肪分も含まれているので、別のミルクの方が健康的なんじゃないかっていう意味でも、でも他のミルクって美味しくないんじゃないのっていう思う方がいるので、じゃあ果たして本当に美味しくないのか、どんな味なのかっていうのを説明できたらいいなと思っております。本日用意したのがこの4種類、牛乳ですね、と豆乳とオーツミルクとアーモンドミルクのこの4種類を準備しております。はい、それぞれね、飲んでいきたいと思います。そして本日使う豆はコンガナチュラルのちょっと浅入り寄りなんですけどね、これだったらよし、これでいきましょう。はい、それでは早速入れていきたいと思います。はい、それではまずラテにする前にそれぞれがどんな味がするかを飲んでいきたいと思います。牛乳はね、みんな飲んだことがあると思うので、それはそんなにいらないかなと思いますけども、牛乳って味云々というよりかは、喉に残るようなねっちょりした感じが口の中に残るようなイメージなんですね、僕の中で。で、それがやっぱコーヒーの口当たりにも影響すると思うので、意外とスッキリしている。で、ちょっとほんのり甘いようなイメージですね。はい、次、豆乳いってみましょう。台湾はね、豆乳を飲む習慣があるんで、飲み慣れてればですけども、台湾の豆乳は結構甘みが、砂糖が入ってるんですよね。基本的には。なので、大豆の味がしっかりしてる。なるほど。牛乳と同じように、喉の奥の方にしっかり残るような味と、大豆の香りがすごい前に来るというか、これコーヒーとなんかちょっと反発しそうなイメージですね。なるほど。はい、次、オーツミルクいきます。オーツミルクをそのまま飲むっていうことはなかなかないんですけどね。色はちょっと茶色っぽいというか、この他の2つに比べるとスッキリしてるんですけども、オーツの香りがすごいありますね。意外とこれは美味しいかもしれない。この中で一番甘みを感じるのがオーツミルクですね。はい、次続いてはアーモンドココア。畳んでくれてありがとうって書いてますよ。もう結構白い。はい。なるほど。この3種類かな。牛乳と豆乳とアーモンドは、なんていうんですか、ねっとり感っていうんですかね。喉の奥の方にちょっと残るような香りがあります。アーモンドにも、自然な甘みっていうのがなんか含まれているようなイメージですね。はい。ではね、そんな感じでコーヒーと合わせていってみたいと思います。はい。それではね、エスプレッソを入れていきたいと思います。豆は 14g を使用しましょう。はい、出来上がるのを待ちましょう。牛乳は、150g。量も統一していきたいと思います。ミルクを温めていきます。ね。いわゆる普通のラテというか。牛乳の甘みとコーヒーの香りがしっかりと交わって、一番飲み慣れてる味ではあると思います。ラテはやっぱり喉に残る感じが僕はあんまり好きではない。最近飲んでないんで苦手意識がありますけど、普通に飲み慣れてるのであれば全然美味しいと思います。はい。では、ここからが本番いつもと違ったラテを飲むので、果たして美味しく飲むことができるかどうかですね。はい。
では、いきます。もう豆乳の香り。なるほど。やはり個人的には、多分好きではないんですけど、ただ大豆の香りがものすごく全面的に出てきながら、口の中に粘着質のように残る感覚と、プラスうまくコーヒーと噛み合ってないようなイメージ。どちらも主張が強いというか、逆に言ったら大豆の方が勝っててコーヒーが負けてるようなイメージなので、カフェラテという感じで飲めないようなドリンク。ただこれが好きな人もいるでしょうというような感想ですね。飲み慣れたら多分大丈夫だと思うけども、個人的にはそんなに好きにはならないかな。続いてオーツミルクいきましょう。オーツミルクラテはスターバックスでも飲めるので、豆乳ラテとオーツミルクラテ、アーモンドはあったのかな。スターバックスは選べるので、ここで飲めると思います。はい。一番どっこいな。オーツのほのかな香りとコーヒーの香りが、これは結構多分うまいことハーモニーうまいこと交わってるようなイメージがありますね。今のところ一番甘く感じるというのは牛乳ですね。で、次にオーツが美味しく感じる。コーヒーの味もちゃんとしっかり味わいつつ、まろやかにしてくれるようなイメージなラテですね。ラスト、アーモンド効果。はい、アーモンドミルクのラテです。はい。意外や意外というか、一番コーヒーの香りが引き立てられているような味わいになりました。で、アーモンドの味、香りがある、ほんのりとある感じですかね。で、一番酸味が感じられやすいかもしれない。これは面白い。はい、それではまとめにしたいと思います。本日は様々なミルクを使ってカフェラテを作って味見をしてみました。牛乳は太る原因の一つだと思うので、植物性の別のミルクを使うことで健康的に美味しくコーヒーが飲めるんじゃないかなということで、でも果たして美味しいかどうかっていうのが多分疑問になると思うんで、その辺を僕の感想をお伝えしていきました。で、牛乳なんですけども、一番飲み慣れてる味で、牛乳の甘さとコーヒーの苦味がしっかりとうまい具合に噛み合ってるようなイメージですね。次に豆乳をやってみました。豆乳はね、豆乳のその大豆の香りがものすごい強かったので、カフェラテにしてもすごい大豆の香りがものすごいして、で、コーヒーが負けてしまうんじゃないかという風な予想をしてたら、まさしくその通りで、コーヒーが少し負けて大豆の香りが勝ってしまったようなイメージ。なので、もしかしたら美味しく飲むためには深入りの、もしくは個性的なコーヒーだともしかしたらかもしれません。続いてはオーツミルクなんですけども、意外とオーツの香りが全面的に出るというよりかは、少しコーヒーを入れることによって少し控えめになって、コーヒーの味もしっかりしつつオーツの香りもあるというようなまろやかな仕上がりになっています。なので、これはこれで美味しく飲めると思います。ただ、オーツミルクをそのまま飲んで、ちょっと苦手だなって思う方には少し苦手に感じる場合もあります。で、最後にアーモンドミルクに関してなんですけども、アーモンドミルクが一番ミルクに近い感じになるのかな。そのまま飲んだ時に一番僕が好きなのが、アーモンド効果なんですけども、これも浅入りが苦手な方は酸味を感じやすくなりやすい。混ぜ合わせることによって酸味が際立つようなイメージなので、これも酸味が苦手な方はちょっと深入り寄りの豆を使用するといいと思います。はい。で、僕的な順位を勝手に付けさせてもらうと、1位がアーモンド効果で、2位がちょっと迷うんですけど、とりあえず最下位が申し訳ないけども豆乳です。はい。僕の中では豆乳が一番ちょっと苦手でした。で、牛乳かな、やっぱり。牛乳が多分美味しく飲むことであれば、2番目が牛乳で、3位がオーツミルクで、4位が豆乳という形になりました。はい、こんな感じでね、健康的に考えると牛乳、ダイエットかで考えると牛乳よりかは別のやつの方がいいんじゃないかっていう形
じで今回こういろんな様々なミルクを使用して飲みましたけども、僕からしてみると何よりも美味しく飲んでほしいっていう気持ちがあるので、健康を気にする人だと、牛乳美味しく飲めないと思う。牛乳が入ってると。そういった意味でも別のミルクにすると安心してというか、飲めるのが美味しく飲むという一つの要素だと思うので、別のミルクも試していっていただけたらなと思っております。で、これは補足なんですけども、ラテを飲むときはできればエスプレッソで飲んでほしいです。じゃないととても水っぽいラテが完成してしまうので、どのミルクを使っても美味しくいただけない可能性があります。なのでそこはできればエスプレッソにしなさい。はい。こんなマシン買わなくても、その手軽に入れるエスプレッソの器具っていうのはたくさんあるので、お家で美味しく飲むのであれば、エスプレッソにしてください。はい。本日は以上となります。これからもあなたのコーヒーライフがより豊かになるように、これからも発信し続けたいと思います。ではまた。またね。如果你觉得这个影片有帮助，或者是喜欢，多多帮我按赞，这样子我会更努力的制作新的影片。如果有什么疑问，留言给我，很欢迎提问。如果你订阅了频道，当最新的影片上传的时候，你会接收到通知，你就不会错过哦。让我们一起继续追求对你来说美味的咖啡吧，下次见。